あなたは騙されてませんか？こんにちは。株式会社シラクのはかるかなです。突然ですが、みんなは自分の住んでるお家の契約についてどれぐらい知ってるかな？実は宅地建物取引の知識ってすごく身近で大事なことばかりなんです。今日はただ暗記するだけじゃなくて、なぜそうなるのかを徹底的に深掘りして宅建士試験を攻略しちゃおう。理由がわかれば知識は絶対に忘れない。一緒に合格への最短ルート見つけに行こう。スタート。まずは超重要科目、宅建業法。特に大切なのは重要事項説明、略して重説だよ。不動産の取引ではプロの宅建業者と一般の消費者との間に大きな知識の差があるよね。その情報格差のせいで昔はトラブルがすごく多かったんだ。そこで契約を結ぶ前に専門家がちゃんと説明してお客さんが納得して判断できるようにしようっていう目的でこの制度ができたんだね。ここで試験の超重要ポイント。説明する義務があるのは不動産会社なんだけど、実際に説明するのは資格を持ったプロ、宅建士じゃないとダメって決まってるんだ。しかも宅建士は説明の前に宅建士証っていう身分証を相手に見せないといけないの。なんでだと思う？これはね、会社としてじゃなくて資格者の〇〇が専門家として責任を持って説明しますっていう個人の責任をはっきりさせるためなんだよ。これで無責任な説明を防いでるんだね。さあ、もう一つレベルアップ。この重要事項説明で使われる書面を35条書面って言うんだ。これは契約を結ぶ前にもらう判断材料の書類。でもこれとよく似てて間違いやすいのが37条書面。これは契約を結んだ後にもらういわゆる契約書本体のこと。タイミングも目的も全然違うでしょ。35条はこの不動産本当に買って大丈夫を考えるためのもの。37条はこの内容で契約しましたっていう最終確認書。この違い絶対に押さえてね。次は苦手な人が多い法令上の制限だよ。今日は都市計画法。この法律は都市がバラバラに発展して道路が狭かったり公園がなかったり住みにくい街にならないように作られた街づくりのルールブックなんだ。その中でも大事なのが市街化区域と市街化調整区域の区分。これを線引きって言うよ。市街化区域はこれからどんどん街として発展させていこうっていうエリアだから、積極的に建物を建てたり道路や下水道を整備したりするんだ。一方、市街化調整区域は市街化を抑制する、つまり自然や農地を守るために基本的に建物の建築はストップっていうエリアなんだね。でも待って、ここからが上級者向けの話だよ。市街化調整区域は基本的に建物 NG って覚えるだけじゃ試験には勝てないんだ。試験の罠、原則よりも例外を狙え。法律、都市計画法34条はちゃんと現実を見ていて、これなら無秩序な街の広がりにはつながらないよねっていう特別なケースでは知事の許可があれば建物を建てられることになってるんだ。例えばその地域に住んでる人のための小さなお店や診療所、農産物の加工施設、地域の観光施設とかね。この例外が認められるのはなぜかっていう視点、つまり無秩序な市街化を防止するという大目的に反しないからっていう理由を押さえておけば、どんな応用問題が出ても迷わないよ。
次はみんなが一番苦しむ権利関係。今日は借地借家法を例に苦手意識を吹き飛ばすよ。アパートやマンションを借りるときってどうしても貸してくれる大家さんの方が立場が強い感じがするよね。突然来月出て行ってなんて言われたら生活できなくなっちゃうよね。そんな理不尽を防いで弱い立場になりがちな借り手を守るために作られたのがこの借地借家法なんだ。じゃあ法律はどうやって借り手を守ってるんだろう。実はこれ無敵のバリアじゃないんだ。貸主さんが契約の更新を断るには正当事由っていうとってももっとうな理由が必要になるの。これが試験の超品質テーマ。1、貸主さんと借主さんどっちがその建物を必要としているか。2、これまでの契約経緯。3、建物の利用状況。4、そして貸主さんが提示する立ち退き料っていうお金の額まで全部を天秤にかけて裁判所が総合的に判断するんだ。まさに究極のバランスゲーム。法律はどっちか一方だけじゃなくて両方にとって公平な解決策を探そうとしてるんだね。このバランス感覚が大事だよ。宅建試験で意外と差がつくのが税金の知識。特に不動産取得税と固定資産税は品質だよ。不動産取得税は不動産をゲットした時に1回だけかかる税金。固定資産税は不動産を所有している間毎年かかる税金だね。じゃあなんで固定資産税は毎年かかるのかな。もっと専門的な言葉で言うとね、これは応益原則っていう考え方に基づいているんだ。つまり不動産を持っていることでその市町村から道路や公園の整備や消防やゴミ収集みたいなたくさんの行政サービスの利益を受けているでしょう。だからその利益に応じて税金を負担してねっていうことなんだよ。サービスが毎年続くから税金も毎年かかる。市町村にとっては私たちの暮らしやすい街を運営するためのすごく大事で安定した収入源なんだね。さあ今日の知識を試す実践クイズの時間だよ。問題。宅建業者が売り主の時消費者を守るための特別ルール8種制限。その中の一つクーリングオフができないのは次のうちどれでしょう。1、喫茶店で契約の申し込みをした。2、買い主が自宅で説明してほしいと頼んで自宅で契約した。3、突然業者が訪問してきてその場で契約した。正解は2番。クーリングオフの根本的な目的は冷静な判断ができない状況で不意打ち的に契約させられた消費者を守ることなんだ。だから1番の喫茶店や3番の突然の訪問販売はまさに不意打ちだからクーリングオフできる。でも2番は買い主の自分から家に来てって頼んでるから不意打ちじゃないよね。だからクーリングオフの対象外になるんだ。他にも業者の事務所で契約した場合や説明を受けてから8日過ぎた場合もダメ。この不意打ちかどうかっていう視点を持てば複雑なルールもすっきり理解できるよ。今日は宅建業法、法令上の制限、権利関係、関連知識をそれぞれなぜそのルールがあるのかという理由から宅建士個人の重い責任、市街化調整区域の例外のロジック、貸主と借主の権利のバランス、そしてクーリングオフの不意打ち防止。この理由を意識して勉強すれば知識がつながって応用問題も怖くなくなるよ。
どうだったかな。今日学んだ理由や背景を意識しながら何度も動画を見返して理解を深めてみてね。この動画が役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録と高評価で応援してくれると嬉しいな。それじゃあ次回の講座でまた会おうね。一緒に合格つかみ取ろう。またね。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。